はいどうもボブです。いつも動画見ていただきありがとうございます。今僕はですね30日の東南アジアバックパッカー旅を終わりまして、セブ島に戻ろうと空港で待機してる途中でございます。このバックパッカー旅終わってすぐのこの新鮮な記憶がめちゃめちゃ鮮明な状態でですね、バックパッカーの荷物を紹介していこうかなと思います。こちらですね。こちらがその荷物でございます。まずは実際に僕が持っていったものを紹介して、でそれから次にこれ持って行って助かったわとか、これ持っていかんかったけど持って行った方が良かったなとか、あとは持ち物以外に、バックパッカー旅行の何かアドバイスができればなと思います。すごい僕もこんな30日もかけた東南アジアバックパッカー旅初めてでして、バックパッカー上級者ですよとかではないんですけれども、初心者やからこそ親近感持ったアドバイスも僕からできたりするんかなと思いまして、今回この動画を撮らせていただいております。何か一つでもこれからバックパッカーすることを考えてる人の役に立てばなと思っております。それでは行ってみよう。ボブトラベル。まずはじめに一番大事なもの、携帯、財布、パスポートです。逆に言うともうこれがあれば海外旅行には行けます。もうこれもうマジで三種の神器でございます。バスの移動とかもうどっかもう何かしら移動するたんびに忘れ物チェックの時に携帯、財布、パスポートはもう呪文のように唱えてほしいと思います。もうこの3つさえあれば海外旅行できる。はい、もうこの3つはもう絶対忘れないようにしてください。はい、まずはカバンの紹介をしていきます。で今回カバンは3つ持っていきました。まずはこのオスプレイのバックパック48リットルですね。僕バックパックなくしてたんですけど、なんと語学留学の時に知り合った友達がですねこれ貸してくれて、もうめちゃめちゃ助かりました。もうバックパックにはもうお金かけた方がいいなとめっちゃ思いましたね。ここに腰のやつがついてるのめちゃくちゃ重要。なめとった最初で、この腰のやつついてるのとこの胸も重要やな。この腰と胸と肩の3つでバックパックを背負うイメージ。バックパックはもうどれだけ肩で背負わんかが勝負です。今回東南アジアで常夏の国やったから服かさばらへんので、もうこのサイズで全然足りました。ちょっと余裕があるかなぐらいでした。ともやさんは何倍だっけ、30ちょいぐらいの大きさのバックパックは背負ってたんですけど、それでも一応なんとか持ちこたえてましたけど、もうキッツキツで詰め込んでやってましたね。僕はバックパックキツキツで背負うのはすごいストレスなんで、もうこんぐらい余裕がある方がいいかなと思います。この48リットルのサイズやったら機内持ち込みもできるから、もうめちゃめちゃ便利でした。めっちゃスムーズにできる。なんかぐるぐる回るベルトコンベヤーみたいなあるあるじゃないですか、空港のあれ全然使わんでいいからめちゃめちゃ楽でした。渡る貸してくれてありがとう。もうめちゃめちゃ助かりました。ほんまにでかい。もうこれから僕の価値観としてもうバックパッカーバックパックにはお金かけるべきやなと思いました。2つ目はこのセカンドバッグですね。これも友達にもらったやつなんですけれども、もう普通のこうやって背負うタイプですね。もうこれは必須っていうレベルで重要なアイテムです。バックパックをホテルに置いてもうこれだけで観光することができる。もうめちゃめちゃ便利です。もうバックパック背負ったらめちゃめちゃ重いんですけれども、これだけで観光できるってなると自分の体の負担が減るかなと思いますので、もうこれはもうめちゃめちゃ必須レベルです。であと俺はこれ使わんかったんやけど、100均のナップザックですね。ダイソーで売ってて、こんぐらいのサイズのナップザック、こんな感じで畳めてめちゃめちゃコンパクトなんで、一つ入れていくと何かと使えるんかなと思います。今用途分かった。自分の下着隠すためにこれ使うわ。着替えとか小物類紹介していきます。まず上の服はですね、このシャツ3枚と T シャツ今着てるやつ含めて3枚とタンクトップですね3枚持っていきました。合計9枚なんで、これはちょっと多い方かなと思います。正味上下5着ずつでいいかな。それ以上少なくなってもたら洗濯の頻度がめちゃめちゃ多なるから、これはストレスになるかなと思うんで、5以上が一番いいかな。で旅行で思ったことなんですけど、タンクトップは T シャツと比べて機能的に全然良くないです。なんでかって言ったら、まずめちゃめちゃ焼ける。で直射日光当たったら T シャツより暑い。で屋内のクーラーガンガンのとこ入ったら
T シャツより寒い、それからドレスコード引っかかるとこはあるわ、 T シャツと比べてなんやろ、虫刺される可能性も高くなるわ、それからバックパック背負っとうからなんか肩擦れる可能性もあるわ、やから機能的に言ったら絶対 T シャツの方が上です。タンクトップはもうおしゃれやと思ってください。それがいいと思います。でシャツ系ですね。めちゃめちゃシンガポールとかのめちゃくちゃ高級なとこもし行くんやったら襟付きのシャツじゃないとダメとか言われることがあるかもしれないんで、その行きたい場所のドレスコードは見てた方がいいと思います。で上着、僕は長袖 T シャツ1枚持ってました。屋内寒いとこがあったんでもうめちゃめちゃ助かりました。あと野宿した時ですね、野宿した時にやっぱ蚊に刺されるんで、長袖を持っていくとめちゃめちゃ便利でしたね。なんか羽織るものがあったらいいかな。ユニクロのなんか薄手のパーカーとかウルトラライトダウンあったらもう寒さ対策にもなる、虫刺されの予防にもなる、あと毛布とかにもなったりするからめちゃめちゃ便利だと思います。ショートパンツは今履いてる分含めて6枚持っていきました。もう絶対5着以上かな、5以上は必要かなと思います。服は持っていけば持っていくほどかさばりますけど、洗濯の頻度が減るっていうメリットがあるんで、そこのバランスはもう個人の価値観でお任せします。洗濯面倒い人はもう買うのも最悪買うのも全然ありやと思います。もうタイとかやったらほんまに500円台500円前後で売ってるんで、友也さんとか洗濯するぐらいやったらもう買う方がマシやみたいな感じでめっちゃ捨ててたよな、友也さん。8着ぐらいシャツ持って行ってもう8着全部捨てて、もう新しいやつ全部買ってました。友也さんの考え方では洗濯代払って洗濯するぐらいやったら新しい服買った方がええやんっていう考え方で聞いてて、なかなか面白い考え方やなと思いました。それもすごいありかなと思います。あとはこれパンツ5枚入れてます。それから水着1着、これセブ島で買ったやつなんですけど、マレーシアのインフィニティプール入る時に役立ちました。もう最悪これ水着はもう必須ではないかな。最悪ね、ショートパンツとかなんか服で代用できるかなと思うんで必須ではないですね。あと靴なんですけど、今僕はサンダル履いてまして、もうサンダル一つで正味乗り切れます。サンダルっていうのはめちゃめちゃ涼しいし、履いたり脱いだりめちゃめちゃしやすいし、もう雨の時も活躍するし、めちゃめちゃ便利やなと思います。サンダル一つでももう全然いける。ただ僕はスニーカーも持って行ってて、なんでスニーカーがいるかって言ったらドレスコード用です。クラブに行ったりカジノに行ったりなんかいいレストランに行ったりする人がもしおったらドレスコード結構言われるんで、もうサンダルは結構あかんって言われるな。ショートパンツは注意されんことが多いんやけど、もうサンダルはダメって言われる可能性めちゃめちゃ高いです。スニーカーは持っていっとった方がいいかな。もうそういう夜のとこ行くんやったら。クラブとかは全然タイとかベトナムとかやったらサンダルショートパンツで全然いけました。シンガポールだけは規制があると思います。シンガポール行く人はドレスコード注意してください。でそのスニーカー履く時用の靴下、もう靴下は1セットで大丈夫です。もう足りんかったら買ったらいいし、もう1セットで全然十分かなと思います。タオルも1枚だけ入れてました。タオルもホステルに宿泊のとこにタオルはついてるんで、もう1枚で十分やと思います。それからこの帽子も持ち物です。であと折りたたみ傘、それからこれ洗面用具系ですね。もうここに歯ブラシとか整髪料とか、あと何入っとったっけ、歯ブラシ、整髪料、コンタクト系、あとお風呂のシャンプーとか、もうそういうの全部洗面用具全部ここに入れてます。もうこれ一つにまとめてバシッと入れてます。でここに無比入れてるんですよ。無比死ぬほど役立ったから、もうこれは入れとった方がいいと思います。あとはガジェット系です。この MacBook、それからマウスと SSD、 それからカメラですね。この3つが自分の YouTube 用のやつです。それから iPhone、MacBook の充電器、 AirPods 言ったっけ、AirPods でモバイルバッテリー1万 mAh で僕当たりました。もうちょっとあってもいいかな、人によってですね。5000やったらちょっと足りんと思います。1万あればいけます。あとはこの変換プラグとか変圧器系ですね。こういうやつ、国によって日本とはプラグの形状が違ったりするんで注意してほしいです。で僕が今回行った国の中ではシンガポールとマレーシアが違う形やったんで、シンガポールでこれ8000円で買う羽目になりました。なかなか高いよね。うわシンガポールだ、
はい、これで荷物は終了です。あとは自分の好みとか価値観に合わせておしゃれがしたいんやったらおしゃれな服持っていったらいいと思うし、もうぬいぐるみがおらな寝られへんのやったらぬいぐるみ持っていった方がいいと思うし、もうゲームがいるんやったらもうゲームは持っていった方がいいと思います。もうこれは自分の価値観に合わせます。あと持っていけばよかったものは、まず乾かせるタオルですね。ともやさんが持ってきてたやつがもうめちゃめちゃ便利やなと思いました。次からはあれ持っていきたいと思います。で、あと羽織れるものですね。もう長袖の羽織れるものは必須かなと思います。あとは長ズボンもあれば長ズボンもですね。もう長袖は必須、長ズボンはあれば。野宿する人はもう長袖長ズボンは必須やと思います。虫がえぐいですよ。あとはもう虫除けスプレーですね。もう虫除けスプレーは絶対いります。どこ行くにしてもローカルな屋台で飯食う時とかももうえぐいんで、虫除けスプレーはもう次も行く時は持っていくかな。ちっちゃめの虫除けスプレーがいいと思います。大きかったら空港で引っかかる可能性があるんで、ちょっと何ミリリットルか忘れたんですけど、はい、そこも見てた方がいいと思います。あと雨具、カッパがあったらいいかなですね。でコンセントプラグなんですけど、もう僕シンガポールのコンビニで8000円ぐらいで買う羽目になったんで、もう日本で探してたらもうちょっと安く買えたかなと思います。それももう旅行前に事前に見てた方がいいと思います。あとこれはこのチャンネルだけの情報かなと思うんですけど、英語の教科書持って行ってた方がいいと思います。結構ね、海外旅行中ってね、英語のモチベが上がる瞬間でもあって、もうめっちゃ英語の勉強したいなって思うことがあるんで、旅行中に役立つフレーズ集とか小学校中学校の時とかの英語の本とかも別に何でもいいんで、もう持っていくのはありやと思います。日本語の英語の教科書はもう外国では売ってないから、確かにこれはある意味現地で買えないものですね、英語の教科書。あと一人で行くんやったら防犯グッズはもうちょっと買っていこうかなと思います。今頭に浮かんでるのはこの2つなんですけど、この2つは用意していこうかなと思います。もう3人やったからめっちゃ助かったんですけど、もうホステルとかで泊まってたらもう誰でも入れる状態なんで、ちょっと不衛生かなと、不用心な状態かなと思うんで、はい。あ、ごめん、あと荷物忘れとった。これです。このオスプレイの場合はもうバックパックについてるんですけど、この防水カバーめちゃめちゃ便利です。雨が降った時にバックパックを守る役割もするし、あとシンプルに防犯対策にもなるんで、これも持ってっとった方がいいかな。はい。で持って行って助かったものは先ほど紹介した無比ですね。もう野宿しても虫刺されえぐかったんですけど、無比塗ったことで乗り越えられました。あとは AirPods イヤホンとオフラインで再生できるサブスクです。僕の場合は Spotify と YouTube プレミアムやったんですけど、結構ね長時間のバスの陸路移動、例えばラオスからベトナムのハノイに行く時は僕ら25時間ぐらいバス乗ってたんで、しかも移動の時電波悪いからオフラインで再生できるサブスクは必須かなと思います。もう暇つぶしにもなるし、であとモバイルバッテリーも必須。長時間の移動の電車とかバスやのに充電できんかったりすることもあるから、モバイルバッテリー1万ミリアンペア以上は必須かなと思います。でももうこの先ほど紹介したサブバッグももう必須です。あと持ち物以外のバックパッカーの情報なんですけど、まず雨季に東南アジアバックパッカーするのはあんまりおすすめしません。11月から2月が寒気らしいんで、もう日本が冬の時にこっちは寒気らしいんで、もう寒気に旅行した方がいいと思います。もう雨季に旅行したらもうすぐ雨降り出してめちゃくちゃだるいです。スコールもう1日もう何回雨降んねんみたいな感じです。あと日本が冬の時に夏の国行けた方がお得感ないですか？これだけかな。だから11月から2月の寒気に行く方がおすすめです。まあ暑いんやろうけど、僕はでも雨よりは暑い方がマシかな。あとはさっきも言ったんですけど、ドレスコード注意ですね。もうタンクトップとかサンダルとかショートパンツは、注意されることがあるんで、クラブとかカジノとかおしゃれなレストランとかそういうの行く時はもうドレスコードもあることを頭に入れてやった方がいいと思います。まあ最悪変えます。であとバックパックかスーツケースどっちの方がいいと思うっていう質問には断然バックパックって答えます。こういうなんか1ヶ月30日かけて陸路でいろいろ列車でいろいろ回ります、移動しまくります、宿も結構行き当たりばったりで決めていきますっていう人にはもう絶対バックパックです。ああいう東南アジアの過酷な道スーツケースで転がせるとはとても思いません。まだ移動は飛行機でホテルももう全部ちゃんと決めててとかやったら分かるんですけど、こういう旅みたいな移動がめちゃめちゃ多くなるんやったらもう断然バックパックをお
すすめします。あとバックパックのいいところは枕にもなります。こういうバックパッカー旅にはもうバックパック一択やと思います。他の YouTuber さんの動画見て延長コードとかハンガーとかいるっていうのを見たことあるんですけど、延長コードはそんなにいらんかなと思いました。ホステル泊まったら大体2つ充電する差し込み口があるんで、2つもあれば個人的には大丈夫かなと思いました。でハンガーもあったら便利なんやろうけどかさばるんで、ハンガーかさばってまで持っていく必要はないかなと思いました。折りたたみでできるようなめちゃめちゃコンパクトなハンガーとかがあればすごい便利かなと思うんで、もしそういうのがあればコメントで教えてください。はい、これで今回の荷物紹介は終わりです。最初にも言ったんですけど、財布、携帯、パスポート、この3種の神器があればもう海外旅行には行けます。海外行くのって思ってる以上に簡単やから、もうほんまに県の移動と一緒。国名が変わるだけ、もうめっちゃ簡単。英語力ゼロでももう翻訳機あればいけるし、もうなんとかなります。相手外国人で言語通じんかもしれんけど、相手人間やからもう考えとることも大体一緒です。もう男の人やったら下ネタ言うたら喜ぶし、女の子やったらもうガールズトークでもめちゃめちゃ盛り上がってほしい。もう人間も考えること一緒です。なんでほんまにもう海外ちょっとでも興味ある人、ちょっとでも行きたいなと思う人、もうそれはもう絶対に行った方がいいから、それはもう強くおすすめします。だから皆さん、財布と携帯とパスポート持って海外に行きましょう。パスポート持ってない人はもうとりあえずパスポート作るだけ作りましょう。もうパスポート作ったらもう海外行くかってなります。もう騙されたと思ってパスポート今日作りましょう。もう今から作りに行きましょう。明日作りに行きましょう。はい、皆さんいつも動画を見ていただいてありがとうございます。今回の動画はバックパッカーの荷物紹介という動画でした。この動画を見て一人でも海外旅行に行く人が増えたり、何か一つでもバックパッカー考えてる人の役に立てればめちゃめちゃ嬉しいです。はい、ボブトラベルでは皆さんに海外旅行の興味を持っていただけるような動画を配信しておりますので、次回からの動画も楽しみにしててください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。海外旅行行ってください。パスポート取りましょう。チャンネル登録よろしく。